今日は最近私が意識している心を整える習慣をいくつかご紹介してみようと思います。何かしら皆さんの参考になってくだされば嬉しいです。心を整える習慣、まず一つ目は、しっかり睡眠をとることです。十分な睡眠が取れていないと、体は正常に働かないし、心は鉛のように重く、意識もはっきりしません。以前は4、5時間しか眠れず、とても辛かったのですが、最近は7時間近く眠れるようになって、心も体もだいぶ楽になりました。心を整える習慣2つ目は、掃除や整理整頓をすることです。私は毎朝起きたら必ずまずは掃除をします。部屋が散らかっていると何もやる気が起きないからです。物がごちゃごちゃしているとそれだけで脳が疲れます。脳がダメージを受けて無駄なエネルギーを消耗しないように、できる限り日頃から家をきれいにするように意識しています。意外とこれだけでいい運動になるので、家もきれいになって一石二鳥です。心を整える習慣3つ目は、外に出て太陽の光を浴びたり、自然に触れることです。私は基本的に部屋にこもりがちなのですが、家庭菜園を始めたことで外に出る時間が増えました。土いじりをすると体を動かすので運動にもなるし、自然に触れると心が洗われて穏やかな気持ちになります。野菜を育てる楽しみを知ったことで、人生の楽しみも増えました。自然は疲れた心に生きる力や癒しをくれます。心を整える習慣4つ目は、自分と向き合う時間を作ることです。具体的には手帳やノートに感情を書き出したり、知りたいことを調べたり、何かを学んだり、この時間を私はとても大切にしています。何かを学んだり、新しいことを知ると心が喜ぶし、私は昔から好奇心が強く何にでも興味を持つので、いろんな考え方や世界を知ることが楽しいです。それと感情を書き出して自分を知ること。これは自分と仲良くなるために大切なことです。自分はどう思っているのか、何がしたいのか、それを毎日自分に問いかけて少しずつ自分を理解していきます。それが自分を大切にする第一歩だと思っています。心を整える習慣5つ目は、芸術や音楽に触れることです。人は
お腹を満たすだけでは生きていけないと思います。体に食事という栄養が必要なように、心にも栄養が必要だと思います。その一つが芸術や音楽。自分で書いたり演奏ができなくても、美しいものを見たり音楽を聴いたりするだけでも、十分心に栄養を与えることができます。私の場合は想像や表現の欲求が強くて、それをしないと心も体も枯れていってしまうので、嫌でも書いたり歌ったりします。自分自身を保つためです。自分が自分であるために表現をし続けること。それが今の自分がたどり着いた答えです。心を整える習慣6つ目は、食事で体に必要な栄養を摂ることです。私たちは生き物である以上、食べなければ死んでしまいます。体に必要な栄養を食べ物から摂る必要があります。私は若い頃に無理なダイエットをして体を壊しました。生理も30歳で止まってしまいました。その時から人生に希望が持てなくなって、生きることを諦めるようになりました。食べることは自分に愛を与える行為でもあると思います。自分に生きる価値なんかないと思っていたから、食べることを許せなかったのかもしれません。何年も何十年もかかったけど、出会ってきた人たちの支えや表現や創作活動のおかげで、少しずつ自分を許せるようになり、食べることもできるようになっていきました。YouTube やアート、表現活動を続けてきたことが、本来の自分を少しずつ取り戻してくれたと思っています。食事は絶対におろそかにしてはいけないということを、これまでの経験で痛すぎるほど学びました。だから食事の時間はとても大切にしています。できるだけ加工されていない自然な形のものを食べるように心がけていますが、あまりこだわりすぎるとそれはそれで心が病むので、加工品でも何でもとにかく美味しく楽しく食べることを大切にしています。今日は私なりの心を整える習慣をお話しさせていただきましたが、多分当たり前すぎることばかりだったと思います。でもその当たり前こそが実は何よりも大切で、幸せに生きるための土台になることを
学びました。大切なことはいつも近くにあると思います。小さな幸せに気づいて満足することに上手になっていきましょう。